皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。今回は Adobe フレスコを使ってカラフルで綺麗なビー玉の描き方を紹介します。フレスコが持つすごいブラシ、水彩ブラシを使うことで綺麗なにじみのあるカラフルなビー玉がたくさん描けますよ。フレスコ初心者の方にも分かりやすく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。まずはフレスコを起動します。新規のドキュメントを作ります。ドキュメントとは用紙のことですね。何でもいいのですが、とりあえず現在の画面サイズを選びます。新規のドキュメントにはレイヤーが2つあります。白い背景のレイヤーと何も書かれていない空のレイヤーです。作業を分かりやすくするために背景のレイヤーを非表示にします。空のレイヤーを選択します。次にこのレイヤーに白い丸を作ります。ここに定規のツールボックスがあります。少し長押しして円形を選択。大きさを調整します。次にこの丸の中を塗りつぶしツールで塗りつぶします。色は白を選びます。丸の中をタップするとどのように塗りつぶすのか聞かれます。ピクセルを選択します。円の定規を非表示にすると白い丸ができました。次に水彩ブラシで自由に色を塗ります。新しいレイヤーを出してそれをクリッピングします。そうすることで絵を描く範囲がこの白い丸からはみ出しません。ブラシを選びます。ライブブラシから水彩を選びます。ブラシの種類がいくつかありますが、水彩ウォッシュソフトを選びます。不定形でもやもやとしたブラシです。ブラシサイズを最大にしました。色を選んで塗っていきます。黄色を塗って青を重ねると交わったところが緑色になりました。これは本当にすごいですよね。本物の水彩絵の具みたいです。これがフレスコの持つ最大の特徴です。次にビー玉の中の影を作ります。新しいレイヤーを出してクリッピング。レイヤーの描画モードを焼き込みリニアにします。ブラシは汎用カラー、ソフト円不透明を選びます。エアブラシ効果のあるブラシですね。色はこのくらいのグレー。まずはこの辺りに柔らかいグラデーションを描きます。筆圧をコントロールしながら丸の縁に行くに従って徐々に濃くします。ブラシのサイズを小さくして、次に下の部分にも影を描きます。上のグラデーションよりも少しシャープになるようにします。次に光の反射を描きます。消しゴムブラシのソフト円不透明を選びます。サイズを小さくして、この2箇所に穴を開けます。筆圧をコントロールしてグラデーションを作りながら穴を開けます。片方は大きめの穴、もう一つは小さめの穴にします。下の影の部分にも2箇所穴を開けます。その影をうっすらとつなぎ合わせます。これでビー玉の中の影ができました。次にビー玉の中に
明るい部分を作ります。新しいレイヤーを出してクリッピング。レイヤーの描画モードをビビッドライトにします。同じブラシで色はこのくらいのグレー。この辺りに柔らかくタッチを入れて明るくします。影との境界線のあたりに少し強くタッチを入れるとコントラストが生まれます。ブラシのサイズを小さくして穴を開けた部分にもタッチを入れます。ハイライトを描きます。新しいレイヤーを出してクリッピング。白でハイライトを書き込みます。最後にビー玉の影を描きます。背景レイヤーを表示して白い丸レイヤーの下に新しいレイヤーを出します。影を描きます。消しゴムで影に穴を開けて光の反射を表現します。これで完成。水彩ブラシで色を塗ったこのレイヤーをアレンジすることでいろいろなビー玉が作れますよ。レイヤーを非表示にして新しいレイヤーを作ります。そこに水彩ブラシで別のパターンを作ります。そうすると簡単に違うビー玉を描くことができます。こんな感じでいろいろなパターンを試してみましょう。ということでカラフルで綺麗なビー玉がたくさんできました。タブレットを使ったデジタルお絵描きは最近人気が高まっています。いろいろなアプリがありますが、私は Adobe Fresco をおすすめします。理由は完全無料だから。こんな特殊なブラシを兼ね備えた超高機能なお絵描きアプリが機能制限なし、広告表示なしで無料で使えます。これはすごいことですよね。もしこの動画が良かった、ためになったと思ったら高評価をお願いします。応援してもいいよという方はチャンネル登録もお待ちしていますね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。